玄関が爆風で吹き飛んだのだ。15歳の少年が仕掛けた爆発物が眠る両親を襲ったのだ。父親は爆発の直撃を受けて命を落とし、母親も重傷を負ったのだ。凶器は市販の材料で作られた手製の爆弾だったのだ。爆弾を自分で作ったってこと？まだ中学生じゃないの？少年は事前に爆発物の製造方法を調べ、周到に準備を重ねていたのだ。衝動的な犯行ではなく、計画的な殺意があったのだ。動機として語られたのは日常的な暴言や精神的な抑圧、つまり家庭の中で積み重なった深い傷だったのだ。なぜ15歳の少年は爆弾という手段を選ぶまでに追い詰められたのだ。爆弾を作るほどの憎しみが育つまでに一体家の中で何があったのかしら。少年が最初に消えてしまいたいと感じたのは小学校高学年の頃だったと伝えられているのだ。父親からの叱責は日常的で、些細なことでも怒鳴り声が飛んだそうなのだ。小学生の頃からそんな環境にいたのね。お前は何をやってもダメだ、生まれてこなければよかった、そういった言葉が繰り返されていたと語られているのだ。言葉の暴力は目に見えない傷を残し続けるのだ。そんな言葉を子供にぶつけるなんて許せないわ。少年は中学に進んでからも孤立しがちで、クラスメートによると普段は無口で目立たない存在だったそうなのだ。しかし時折家族への強い怒りをノートに書き綴っていたと伝えられているのだ。感情の出口がノートしかなかったってこと？誰にも相談できなかったのかしら。担任教師は成績の落ち込みや元気のなさを感じていたそうなのだ。しかし家庭環境にまで踏み込めず、深刻さを見抜けなかったと語られているのだ。助けを求めるサインは出ていたのに誰も気づいてあげられなかったのね。少年は中学2年の頃からインターネットで爆発物に関する情報を調べ始めたと伝えられているのだ。逃げ場のない怒りが破壊という方向に向かい始めたのだ。中学2年から調べ始めていたの？それだけ長く追い詰められていたということよね。家庭内では親への反論さえ許されない雰囲気があったそうなのだ。少年が何か言い返すとさらに激しい言葉が返ってくる繰り返しだったと伝えられているのだ。逃げることも言い返すこともできない、完全に閉じ込められていたわ。少年法の観点からも重要な背景なのだが、14歳以上の少年は刑事責任能力があるとされ、家庭裁判所での審判を経て処分が決まるのだ。少年だからといって何も問われないわけじゃないのね。一方でこの少年が置かれていた環境は専門家から長期的な精神的虐待に近い状態と指摘されたと伝えられているのだ。家庭の外から介入する仕組みが機能しなかったことが悔やまれるのだ。制度があっても届かなければ意味がないわ。その子は完全に一人だったのね。そしてついに少年は言葉でも闘争でもなく爆発という形でしか出口を見つけられなくなっていったのだ。その日まで家の中の時間は静かに壊れ続けていたのだ。被害者となった両親について少し触れておきたいわ。どんな人たちだったのかしら。父親は当時40代で会社員として家族を支えていたと伝えられているのだ。近隣住民の証言によると、外では穏やかに見えたが家の中では息子への言葉が激しかったと語られているのだ。外と内で顔が違うというのは子供には逃げ場がないわね。母親も同年代で日常の家事をこなしながら息子の旗にいたとされているのだ。しかし息子への暴言を止める立場には立てなかったと周囲の証言から伝えられているのだ。守ってほしい人が守ってくれなかったという絶望は計り知れないわ。2005年1月、少年は自宅に爆発物を仕掛けるという計画を実行に移したのだ。材料の入手や仕掛け方は事前に調べ上げていたと報じられており、衝動的ではなく計画的な行動だったのだ。15歳が爆発物を自分で調べて作ったということ？この後事態は急転するのだ。少年は両親が在宅する時間帯を狙い、自宅内の特定箇所に爆発物を設置したのだ。装置が作動した瞬間、閉じた室内に轟音と衝撃波が広がったのだ。父親はその場で致命的な損傷を負い、間もなく死亡が確認されたのだ。母親も爆風を受けて重傷を負い、病院へ緊急搬送されたのだ。少年は爆発後も現場から逃げることなく自宅付近に留まっていたと伝えられているのだ。どうしてその場を離れなかったのかしら。通報を受けた警察が駆けつけ、少年はその日のうちに身柄を確保されたのだ。取り調べに対して少年は動機を問われ、父からの日常的な暴言が限界だったと話したと報じられているのだ。誰も気づかないまま最悪の形で限界が来てしまったのね。その後、少年は家庭裁判所の審判を経て少年院送致の処分を受けたと伝えられているのだ。刑事裁判ではなく少年審判の枠組みで処遇が決まったのだ。少年法の手続きが取られたということなのね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。僕がまず気になるのは、少年の内面がどの時点から壊れ始めていたかということなのだ。父からの暴言が動機とされているが、それだけで爆発物を仕掛けるという行動にはならないと思うのだ。確かに暴言があったとしても爆発物というのは極端すぎる選択よね。なぜ家出や相談という道が見えなかったのかしら。そこなのだ。15歳という年齢は
家庭が世界のほぼ全てになりやすい時期なのだ。学校でも孤立していたとすれば、逃げ場となる人間関係そのものが存在しなかった可能性があると思うのだ。家も学校も安全な場所じゃなかったとしたら、本当に追い詰められていたのね。さらに僕が気になるのは、日常的な暴言が続く中で少年がこれは異常だと外部に認識してもらえる機会がなかった点なのだ。暴力ではなく言葉による抑圧は周囲から見えにくいのだ。見えにくいからこそ誰も介入できなかったということよね。それがまた孤立を深めていくわ。僕はこう思うのだ。少年は怒りよりも先に自分がここにいていいのかという存在の否定感を積み重ねていたのではないかと思うのだ。暴言は人格そのものを攻撃するから、逃げるという発想自体が持てなくなる点からするとそう推論できると思うのだ。逃げることさ、自分には無理だと感じさせてしまう。それが暴言の一番怖いところよね。そして爆発物という手段を選んだことにも心理的な意味があると思うのだ。距離を置いて直接手を触れずに済む方法を選んだという点からすると、少年自身もどこかで葛藤していたと読めるのだ。直接向き合う強さも逃げ出す選択肢も持てなかった、その両方が詰まった結果なのかしら。家庭裁判所が少年審判の枠組みで処遇を決めたことからも、司法は少年の育った環境を加味して判断したとみられるのだ。それはこの少年の行動が純粋な悪意ではなく、長期的な抑圧の末の崩壊だったと認定したことを示唆していると思うのだ。そう考えると、事件は起きた瞬間ではなく、もっと前からずっと始まっていたということよね。僕はやっぱりこの少年の内面崩壊は家庭という密室の中で誰にも気づかれないまま長い時間をかけて進行し、逃げるという選択肢が最初から奪われていたことが確信だと思うのだ。私も同じ見方をしてるわ。ただ、それを早期に気づける仕組みが社会になかったことも同じくらい問題だと思うわ。では次に、周囲がなぜこの事態を事前に察知できなかったのかについて考えてみたいのだ。学校の教師は少年と日常的に接していたはずなのだ。それなのに誰も異変に気づかなかったというのはやっぱりおかしいわよね。日常的な暴言が繰り返されていた家庭であれば、少年の言動や表情に何らかのサインが出ていた可能性は十分あると思うのだ。教師が気になる生徒として記録し、スクールカウンセラーにつなぐ仕組みが機能していればと思うのだ。でも当時の学校現場に家庭内の問題まで拾い上げるだけの体制があったかどうか、それ自体が疑問だわ。まさにそこが確信なのだ。2005年当時、学校と児童相談所の連携は今よりはるかに薄く、教師が家庭の問題を家庭内のこととして踏み込まない文化が根強かったのだ。密室化した家庭に外から光を当てる回路が制度としてほぼ存在していなかったということよね。近隣住民も同様なのだ。怒鳴り声や言い争いの音が聞こえていたとしても、よその家のことと判断して通報や相談に至らない傾向は当時も今も日本社会に根強く残っているのだ。声を上げるべき誰かがそれぞれの場所でためらい続けた結果が積み重なっていたのね。そして構造的な問題に目を向けると、精神的抑圧は身体的暴力と違って外から見えにくいという点が最大の穴だと思うのだ。暴言や支配的な言動はあざや骨折と違い記録に残らないのだ。それが証拠がないという理由で行政も動けないまま放置されてきた現実につながるのよね。本当に許せないわ。児童相談所が介入できるのは通告があった場合が基本で、通告がなければ家庭の中で何が起きているかを外側から知る手段が極めて限られているのだ。この事件はその限界を再悲劇的な形で証明してしまったと思うのだ。被害者である両親が加害者でもあるという構造がさらに問題を見えにくくさせていたのかしら。その通りなのだ。親が被害を訴えない、子供が外に助けを求めないという二重の沈黙が介入のトリガーを全て封じていたのだと思うのだ。沈黙を破るためのルートを社会がもっと手前の段階で用意しておかなければいけなかったということよね。僕はやっぱりこの事件の根本は個人の残酷さではなく、家庭という密室を見えない場所にし続けた社会制度の不備と、精神的暴力を暴力として認定できなかった時代の感度の低さにあると思うのだ。私も同じ見方をしているわ。制度が変わってもまだその感度が十分に上がりきっていないことが今も続く課題だと思うわ。というわけで今回は2005年に東京都板橋区で起きた15歳の少年による両親爆殺事件を解説したのだ。どうだったメタン？家庭の中で積み重なった精神的暴力が少年を追い詰めていった過程が本当に苦しかったわ。仮説パートで話した沈黙の二重構造が特に心に残っているわ。父親の命が失われたのだ。たとえどのような関係性があったとしても、失われた命は二度と戻らないのだ。亡くなられた方のご冥福を心よりお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるから、ぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。